こんにちは。アルファアドバイザーズの坂下です。今日は PE ファンド外銀キャリアについてなんですが、ちょうど MBA ランキング2025年、最新のグローバルの MBA ランキングも発表されたので、そこの考察も一緒にして皆さんとしていきたいと思います。で、ハーバードビジネススクールが輝きを失いつつある。ランキングもかなり年々ですね、以前のトップ3には入らなくなってきていまして、アルファでは、結構前から、やはりテクノロジーとかファイナンスに強い学校、特にテクノロジーですね。その部分でなかなか、アドバンテージがない従来の学校、コンサルティングファームなんかに大量に卒業生が入っていた学校は結構厳しいよねっていう話をしてきていましたが、他の学校も比較しながら今日は見ていきたいと思います。で、特にこの PE ファンド、あとは外銀を経由して PE を目指したいという方が、なんかね、ここ最近さらに、そのキャリアを目指したいという方が増えていまして、特に PE ファンド外銀に入れるトップ 5MBA も今日はご紹介したいと思います。アルファアドバイザーズでは今まで17年間社会人のキャリアをサポートしてきました。で、まさにアルファ代表の入住さんと今日私で坂下でやっていきますけれど、入住さんもシカゴ大学のビジネススクールからゴールドマンサックスの IBD に行って、で、シカゴにいるときはね、なんともうほぼ日本人で初くらい、PE のサマーインターンのオファーをなんとかね、いろんなネットワークも使って取ったっていう、逸話もあるので、今日はそこもちょっとね、入住さんにお話ししてもらおうかなと思います。それが結局 MBA に行って、とはいっても PE って非常にコンペティティブなキャリアではあるので、どう PE ファンド、特にラージキャップの PE に入っていくのかっていうルートも今日はお話しします。で、こちらは直近ですね、ちょうど3月の半ばくらいから半月ぐらいで皆さんから報告いただいたアルファの結果です。結構ね、合格とか内定シーズンってこともあって、もう素晴らしい結果を皆さん出していて、社会人の方、それから就活生だとちょうど商社の、商社とか、海運とか、大手の内定が3月に結構出ていたので、ボスキャリ組の方とかですね、こちらに載せています。で、やはり最近は海外で就職したい方も多くて、こちらも非常に競争厳しい環境ではあるんですけど、ニューヨークで MBA 経由で投資銀行に IB ですね、投資銀行部門に入れた方もいますし、あとは、新卒の就活生でゴールドマンの様々な部門の方がいるんですけど、ゴールドマンサックスにも複数の内定をしていました。あと、ブラックロックとか PE ファンドは転職組の方ですね。転職で入っていたりとか、あとは MBA に関してもシカゴ、コロンビア、ニューヨーク大学、それからミドルキャリア30代の方で USC とか、シカゴのエグゼクティブ MBA、あとは、大学から直接海外の大学院に行く、就職の前に行く方も増えていまして、特に最近金融工学なんか大人気で、ファイナンスプログラムで NUS とか、あと金融工学でナイアンですね、NTU とか SMU。で NTU は、なんとカーネギーメロンの金融工学に交換留学があるっていうね。もうカーネギーメロンって本当にもうなんでしょうね、規格外というか、雲の上というか、本当に超天才、スーパー天才の人たちが集まっているんですけど、ナイアンからも交換留学に行けると。ナイアンも日本人でほぼ初じゃないかなと思うんですけど、先日も合格が出ておりました。はい。その他、海外大学とか奨学金なんかもね、今、海外熱がお子様の相談でもものすごく盛り上がっていて、保護者の方からもたくさんご相談いただいております。こんな風に幅広くサポートはしていますが、こちらも喜びの声ということで一つご紹介します。この方は大学生で、就職をする前に大学院を受験していたんですね。で、SMU、シンガポールマネージメントユニバーシティのアドミッションから合格をもらったと。で、実はその他にも NUS ですね、このシンガポールの東大と言われるシンガポール国立大学、超最高峰なんですけど、あとは南安理工大学も出願して、そちらもほぼ合格の通知が出ている頃かなと思うんですけど、
SMU も受けていて、SMU 借りましたということです。レジュメからエッセイ、面接に至るまで多くのアドバイスをしていただき、本当にありがとうございました。私は実務経験や金融知識が乏しいため、今後もアルファさんからサポートをしていただきながら、ボスキャリでのインターン獲得に向けて、就活準備に取り組めればと思います。合格まで真摯にサポートいただきありがとうございましたということでね。最近は大学生でも直接大学院に行く方多いんですけど、とは言ってもね、やっぱり、ちょっと就職してお金稼いでからとかね、なんとか留学せずになんか外に行けないかなと思ってる方を差し置いて、どんどん挑戦してるっていうことが本当に素晴らしいなと思っています。大学生の方もね、ぜひご相談ください。それから、もう一つ。これは、MBA にちょうど行って、書いてある通り1週間ぐらいですね。渡米して1週間ぐらい経った方から、報告があったので、ちょっとご紹介したいと思います。で、これは特に英語ができないとか、お金どうしようかなとか、自分なんかが MBA って大丈夫なんだろうかっていう不安いっぱいの方を、ちょっと背中を押すことになるかなと思ってご紹介します。1週間が終了したということで、新しい環境に囲まれ、まさに冒険の日々だったということでね、ちょっとかいつまんでいきますが、やっぱりその英語、この方もそんなに英語を使う環境でもなく、特に英語が得意だったわけでもなく、もう本当に大学ぐらいまでしか英語をやってないっていうね、方でした。で、通常の日常会話も英語でどう言うのかなとか、相手から何か言われてどう答えたらいいんだろうというふうに壁にぶつかる環境だと。ただ、最初は正直うまくやっていけるのか不安でいっぱいだったけれど、会話をすることを恐れない、わからない表現があっても、今の自分の語彙の範囲でどうにかして伝えようと努力をすることなどを意識して過ごして、自然と友人や先生との関係が構築されていき、不安が晴れていくのを感じたと。で、やはりグローバルな環境なので、韓国とかコロンビアとかチュニジア、ブラジルなどの多国籍の友人がいて、アメリカの店にぶらりと入り、店員さんとスモールトークをすること、銀行に行き、英語で口座開設をしたことなどが未だに信じられないと書いてあってね、少し前の自分には全く想像ができなかったと。正直今でも将来の不安はある。現在の英語力ではアメリカ社会で働くことなどできないだろう。卒業後、ローンの返済もね、ありますので、頑張って職に就けるだろうかと不安があるけれども、今できることを淡々と継続し、環境で学べることを感謝して過ごしていきたいということでね。最初は皆さん不安なんですよね。ただ、3ヶ月とか経つと見てると、本当にたくましくなっていくので、この方も、周りに MBA に行く人もいないし、でも自分のキャリアを変えたい、海外で働きたいということで挑戦して、気づいたらもうアメリカにいらっしゃったっていうね、だいたい半年前ぐらいにご相談いただいたと思うんですけれど、こういう方はね、本当に大成功すると思います。この不安があるけれども飛び込んでいくっていうね。ぜひ皆さんもこうなってほしいなと思います。はい。で、今日はアルファ代表の入住さんと私坂下でお話ししていきます。冒頭にお伝えしたように、入住さんもですね、シカゴの MBA、もうファイナンス、ザッツファイナンススクールからゴールドマンサックスの投資銀行部門に行かれて、で、シカゴの時に PE のネットワーク、面接とかもいろいろしたっていうので、ちょっとね、後でお話しこうと思いますけれども、あとゴールドマンで PE 投資とかもされてたと思うので、それを経て、アルファで今まで皆さんをサポートしてきております。で私はヘルスケアのキャリアからコロンビア大学の教育大学院に行きまして、今はアルファと、アルファアカデミーというのは、お子様の受験勉強ですね。今、なんかすごく皆さんに活用いただいているアルファジーニアスっていうのがあるんですけど、オンラインの勉強、社会人の方は英語ですね、TOEFL、IELTS、GMAT、GRE、それをご提供しております。いろんな事例があるんですけれども、PE に行かれている方も30代とかでもいますし、ぜひ皆さんの希望を持ってね、進んでいきましょう。個別の相談は無料相談までお待ちしております。えーっと、まずはちょっと最近のニュース、ちょうど先ほどですね、このゴールドマンサックスの、本当つい2時間ぐらい前なんですけど、出てたのでご紹介したいと思います。ゴールドマン1から3月15%増益株取引が過去最高ということで、ゴールドマンサックスの1から3月期の決算が出ておりまして、純利益が前年同期比15%増、日本円にして約6700億円だったということです。
まあ、非常にこう関税のね、施策でもう市場4番目くらいの暴騰、暴落とかがありまして、ボラティリティも高かったんで、株式のトレーディング収益が過去最高になったということです。こちらはですね、ちょうどなんか、プライベートエクイティキャリアについて、結構最近、ダイヤモンドオンラインさんとか、まあ、なんか、ところどころで見たりするんですけど、まあ、結構、なんか、巷でも人気なんでしょうかね。はい。ということで、こう、プライベートエクイティファンドの存在感が増しているということで、アクティビストも以前に比べるとだいぶね、活発になって、まあ、フジテレビの村上ファンドをですね、まあ、旧村上ファンドの保有率が非常に上がっていたりとか、ダルトンが入ってきたりですね、していますけれども、アクティビストの活発化や市場改革の影響を受け、PE ファンドを活用した非公開化、まあ、非上場化なんかもね、多いんですけど、事業売却を選ぶ企業が増えているからだということで、まあ、日本の PE 市場黄金期に入ったということで、少し前ですね、半年、1年ぐらい前からもうこれから PE 来るよってアルファでもずっと言ってたんですけど、ついにそれが、かなり盛り上がってきていますということです。で、まあこれちょっと個人的には非常に興味があるこのヘルスケアの領域なんですけど、結構こう、田辺三菱ですね。三菱ケミカルグループで、ベインキャピタルが入って売却されたりとか、あとシニックですね。CRO の日本での最大手だったんですけど、ブラックストーンが入ったりとかですね、PE ファンドが国内ヘルスケアの投資も活性化していますよということが出てきております。はい。そして、そうですね。まあ、ブラックストーンもすごく、ヘルスケアの実は投資、ここにも書いてますけど、シミックとか、結構ね、日本だとヘルスケア分野に非常に大きく投資したりしているんですね。あとは、まあ、石破さんに面会したりとかですね、まあ、ブラックストーンも非常に日本で、こう、投資に力を入れているということです。あとは、はい。まあ、一方でというところなんですけど、テック業界ですね。まあ、先日も、アメリカのガーファー、ビッグテックで結構そのレイオフが、特にノンテックマネージャーとかですね、いわゆるプロマネ、プロジェクトマネージャーなんかのレイオフが非常に増えてるよっていうのがあったんですけど、まあ、これそうですね。中間管理職の大規模な削減を目指すということで、まあ、早く、私たちが思っているよりも早く劇的に解雇採用縮小が始まる。AI に代替されない人材になるしか生き残る道はないということで、一方でそのオープン AI ですね。もう AI のまあ、投資もソフトバンクから受けて非常に今進化してますけれども、オープン AI なんかはこう福利厚生もさらに拡充したりとかですね、桁違いの給与で人をバンバン雇ったりしていて、いわゆるその AI 商社と、まあ、そうではないテック企業の差が結構開いてきているというのがあるかなと思います。そんなとこでしょうか。後でちょっとね、また MBA プログラムの紹介もしたいと思います。で、エリスミさんお願いします。はい、お願いします。そうですね。やっぱり、すごいスピードで世の中が動いていて、皆さんいや、あわあわって感じだと思いますけども、やっぱり今4月なんで、皆さんも今年の MBA とか、コンピューターサイエンス、データサイエンスの、出願に向けてですね、とにかく頑張りたいと。で、あとは、それこそファイナンシャルエンジニアリングとか、マスター・オブ・ファイナンスとか、比較的、その今、大学の4年生とかで、そのままファイナンシャルエンジニアリングに行きたいとか、コンツアナリストとか、コンツ系のトレーダーになりたいとかですね。そういう人たちもかなりアルファに来ています。で、まあ、AI とかデータ、あとデータやりたい人ですね。データサイエンスと MBA とかですね。MBA データサイエンスのデュアルに行きたいとか、そういう人たちも非常に多くて、だから皆さん、ライトウェイ、正しい道の方向に向かっていっていただいているなっていう感じがします。で、これだけすごいファーストペースで、その変化が起きている時代なので、本当にさっきのちょっとマイクロソフトのやついいですか？
まあ、いわゆる、まあ、AI とか、まあ、DX とか、まあ、そういうのにこう代替されるような、ありがとうございます。こういう大規模な人員削減っていうのは、これからまあ、ここのガーファムが、世界に先駆けて行ってるわけで、これが間違いなく他の業界、他の企業にも回ってくるということは、前々から我々も申し上げている通りです。で、別になんか業績が悪いからレイオフしているっていうわけではなく、結局その AI とか DX とかによって効率化されるので、ここに書いてあるように、中間管理職とか、がいらなくなってきていて、あとエンジニアとかデータサイエンティストとかが必要になってきているということなんですね。だから、今後はどこもですね、いわゆる文系のその中間管理職っていうのが、まあ、かなり減らされると思います。で、いや、コンピューターサイエンスとかデータサイエンスとかビジネスアナリティクスとか、なんか難しくてわかんねえよって、まあ皆さんね、思うかもしれないですけど、別に難しいことでもなくて、なんか簿記とあんまり変わんないと思うんで、やればいいだけだと思うんですよ。学べばいい。で、今学ばなければ、時代に完全に、まあ、取り残されるっていうよりかは、イレースされるっていうかですね、消される時代に消されるだけだと思うんですよ。だから、もうここキャッチアップしない限りは、一気に多分その文系の中間管理職っていうのは世界的にいらなくなると思います。で、この流れがすごい来てるということですね。で、あとは PE ファンド。で、今日お話しするのは MBA のその US ニュースという非常にまあ、有名なというかですね、代表的な MBA ランキングが発表されたんで、まあ、それについてちょっと皆さんとレビューしたいということなんですけども、やはりそのファイナンスとテックに強くシフトしている学校が、まあ、上位に来ていると。それについていけてない学校が、まあ、ランキングを大きく下げているという結果になっているということです。だから、もうなんか名前で選ぶ時代でもなくて、なんかブランドいい、なんかすごい有名な学校に行けばうまくいくっていう話でもなくなってるし、もっと言うと、多分 MBA って今まで、まあそうですね、なんか9割ぐらい、全体の9割ぐらい、こうビジネスにおいては圧倒的な価値を持っていて、MBA 持ってれば、偉くなれるみたいな時代があったと思うんですけど、それも多分ですね、感覚的に言うと、MBA50%、で、あとコンピューターサイエンス、データサイエンスとか、コーンツとか、それデータ系とか AI 系が50%。まあ、こういう時代に入ってきてると思います。したがって、両方学ぶ必要がある。もはや。そういうことだと思いますね。で、当然そのビジネスが分かっていて、その AI とかコンピュータサイエンスとかデータサイエンスとか、クオンツとか、アルゴリズムとか、そういう機械学習とか、そういうものが分かっている人がやっぱり最強なわけなんで、皆さんはぜひそこを目指していただきたいし、これ本当にこのペース、この時代の流れに乗れなければ、イレースされるだけなんで、早く動きましょう。で、あとは円高になってきていますし、この前も言った通り、まあ、トランプさんの、あの、関税とかによって相当日本のメーカー大打撃受けますし、あとはそれこそ、まあ、中国の人たちが、やっぱりなかなかアメリカで留学しにくいみたいな事情も多分あって、まあ、日本にたくさん流れてくると思うんですけど、逆に言うと皆さんが、その海外、アメリカに行って、普通だったら入れないような、トップスクールに入れるチャンスが来てると思います。なので、ぜひですね、まあ、特に、あとは PE 業界ですね。先ほどちょっと見ていただいた、ちょっと今関税でバタバタしてる、世の中的にバタバタしてるんで、
あれですけど、おそらく、で、今だいぶその株価も下がってきていますけれども、すごい勢いでここからまた投資、まあもちろん仕込んで時間のかかるビジネスなんで、仕込んでる企業はいっぱいあると思いますし、我々が聞いてるだけでも投資ファンドが入ってきてみたいな話はめちゃめちゃ聞くので、PE ファンド、この活況のね、ここの下のところ、なんて書いてあった、さっき。黄金期。黄金期に入ったっていう。まあだから、やっぱりこの黄金期のタイミングで、ちゃんと MBA を出て、で、かつ PE ファンドに入るっていうね。投資銀行もここから M&A が活況になってくるでしょうし、まあもうとにかくその投資銀行、PE ファンド、一強、一強というか二強というか、で、ガーファムとかは強いんだと思いますけど、まああとは AI 関係とかは引き続き強いと思いますけども、あんまりなんかその、人がどんどんと必要になってくるっていうよりかは、人をこう、いらない人を削減しながら、まあ優秀な MBA とかデータサイエンス両方持ってる人を取っていくっていうような、まあ粛々とした作業になっていくと思うんで、そちらの方に行きたい人はもちろん、MBA とかコンピューターサイエンスとか、もしくはコンピューターサイエンスだけとかデータサイエンスだけとか、そういうのいけると思いますんで、もうとにかくやっぱり大事なことは何かというと、早く動くということだと思います。はい。で、早く動かないと、本当アルファに、今まあ多分円高もあんのかなってエミさんと話してたんですけど、ものすごいね、エミさん、勢いで、MBA 行きたいですとか、コンピュータサイエンス、データサイエンス、ビジネスアナリティクス、あとファイナンシャルエンジニアリングすごいね。で、実際アルファでもすごい受かってるんで、まあカーネギーメロン行きたいとか、今日話した人も言ってましたし、やっぱりもうこういう時代ですんで、もうデータ、機械学習、AI、ファイナンスみたいな掛け算、あとロボティクスですね。ロボティクスの、おすすめの学校あるんで、興味ある人はね、聞いていただきたいし、ちょっと近々動画やろうと思ってはいますけれども、そこら辺のやっぱり、ここから来る、そのマーケットとかエリアに早くこうシフトしていくっていうのがすごい大事なんで、できるだけ早くアルファに来て、今だったらまだファーストラウンド、MBA とか、大学院の、トップ大学院のファーストラウンド、まだ10月とかなのかな。なので、十分間に合うんで、早くアルファに来ていただいて、もうこのファーストペースの最初の波に乗っていくと、絶対に成功するし、皆さん。その後死ぬほど稼げるんで、これを逃さない方がいいと思います。はい。じゃあ、ちょっと中身いきますか。はい。KKR も、まあ、これ結構去年からずっと言ってますけど、まあ、日本はこう非常に、なんでしょうね、まあ、活況、こう PE がいよいよ黄金期っていうのは、まあ、実際 PE にいらっしゃる方も、ちょうど去年かな、言っていて、まあ、KKR の、ね、代表者の、創業者の方も言ってたので、非常にチャンスかなと思います。はい。では、ちょっと MBA ランキングの話と PE に入れる MBA について話すんですが、最初に皆さんからの相談も少しご紹介します。とにかくこう PE に行きたいという方がね、またなんか非常にこの3、4月ぐらい急激に増えてきまして、早期卒後、この方はファズ、現在5年目ですね。海外に出て自身の可能性を試したい。またキャリアアップのために投資銀行や PE ファンドを目指したいと思っています。MBA 留学後の転職が現実的であると考えていますが、周りに MBA 留学者がおらずご相談可能でしょうかということです。次も言ってはいますか。うん。はい。この方は新卒で日系の証券会社の投資銀行部門に勤務しています。アメリカで就職したいということで海外留学を考えています。ファイナンスまたは MBA で検討したく、就職可能性も踏まえご条件をいただければ幸いですということですね。はい。結構投資銀行、日系、まあ、外資でもいいんですけど、から MBA 行って海外の投資銀行に入ったりする方も、アルファでも複数事例があるのでね。はい。で、リスミさんお願いします。はい、ありがとうございます。本当にご相談すごい多いで。皆さんなんかこんな感じでご相談いただいているので、まあ、そんななんか長々と書く必要ないんで、また個別にお話しさせていただいてね、いろいろとキャリア相談とかキャリア戦略とか MBA 出願戦略とか作ってるんで、あと転職も、なんかそんなに転職動画やってないんですけどね、なんかまあ転職はでも言ってください。我々
転職も超得意なんで、マーケティング上あまりやってないだけで、裏ではすごい転職のサポートやってるんで、ぜひ転職したいんだけどとか、転職の戦略とか、あとまあレジュメとか職務経歴書、あとエントリーシート、面接対策とか、テクニカルとか全部やってますので、ぜひ転職したい人も気軽にご相談ください。で、まあ、ファズで5年目っていうことは、まあ多分 M&A とか DD とか基本的なところはやられてると思うんで、しかも5年目っていうことは27、8だと思うんで、まあその学部卒という想定だとですね、もう MBA に早く行った方がいいですね。で、投資銀行とか PE ファンドに入るんだったら、やっぱり32、3ぐらいまでに入りたいというところはあるので、うん、今 MBA に行って、そうですね、今年5年目、だから27、8ぐらいだとすると、まあ29ぐらい、今年準備して合格したら29インで31アウトということになるんで、ちょうどいいんじゃないですかね。ちょうどいいと思います。だから、まあ卒業の時に32は超えない方がいいです。投資銀行とか PE 行きたい人は。これね、すごい大事なポイントなんで、何度も言いますけど、投資銀行 PE ファンドを目指したい人は、32までに MBA を卒業してください。ということは、まあ2年間だとして、で、まあちょっと僕らだから、まあ明確に言いますけれども、まあ後でもまあ一応まとめでは入れてるんですけど、まあ PE ファンド、まあ欧州もあるんですけど、大体米系じゃないですか。米系ね。で、米系の投資銀行とか、米系の PE ファンド入りたいんだったら、やっぱりアメリカの MBA に行くっていうのは王道なんですよ。いいですか。だから、米系の投資銀行、米系の PE ファンドにも入りたいなっていう人は、30歳までに MBA に入学すると。っていうことは、遅くとも29には受けてないといけない。だから29より前に MBA を出願しないと。皆さんの人生において投資銀行 PE ファンドキャリアがなくなると思っていただいて間違いないです。だからそれぐらい焦っていくべきですね。で、そうですね。なんか、MBA は別に皆さんが行きたいと思えば行けばいいので、周りは気にする必要は全くないと思います。MBA 取って皆さんね、豊かな生活してでも言いませんし、あの、PE ファンドで1億もらってても、1億もらって、フェラーリ乗ってるよとか言いませんからね。皆さん。そうお客さんのところに行くときは、なんかね、カローラで行ったりするわけなんで。はい。なので、言いませんし、そういうのは皆さん隠してるんで、まあ、だからこそ MBA ってどうなのみたいなね、行ったことない人はわーわー言うと思うんですけど、絶対行った方がいいと思います。はい。で、なので、早く、投資銀、外銀とかね、ゴールドマン、モルスター、バンカメ JP とか、外資投資銀行とか、PE ファンド、外資系の PE ファンドに行きたい人は、もう、29まで、29までに、出願してほしいんで、それまでにとにかくアルファに来ると。で、下は別に本当2年目ぐらいに出願して3年目に行くっていうのが、まあ基本的には、アメリカ人とかそういう発想なんで、いわゆる投資銀行、外銀とかに、外銀っていうか、まあゴールドマンとかモルスターに入って2、3年アナリストやって、で、MBA に行って、その後 PE ファンドに行くみたいなのが王道なんですよね。だから2、3年インベストメントバンク、MBA、PE。だから、まあもう下手したらまあ20代で PE ファンド入ってるのが普通なんで、とにかく早く行くと。で、MBA に行けば、外銀とか PE ファンドの道が、米系の MBA に行けば、外銀とか、PE ファンドの道は出てくるんで、で、やり方教えますから、全部ね。はい。ぜひ、欧州系もあるんですけどね、EQT とかね、なんかベネッセやったりしてるところがあったと思いますけど、やっぱまあ米系が強いじゃないですか。なので、まあおすすめは米系です。なので、米系 MBA にできるだけ早く。で、今、それこそ銀行とか証券とかの
1年目とか2年目の人もすごい相談多いんで、早めに計画とか戦略立てて動いていきましょう。はい。今、ファイナンス系とかやられてる人はすごいポテンシャルあると思いますので、ぜひご相談ください。はい。こちらに関しては、えー明確に PE とかはね、書いてないです。まあ、ただ、PE とか、やはりできれば、そのアメリカで、投資銀行ですね、IB に行きたいということだったんで、そうすると基本的には MBA ですかね。こういう、そうですね。なんか、英語の出来不出来っていうか、出来不出来って言わないか、英語がどれぐらいそのフルエントかどうかにもよるんで、すでにもう海外大学とか出てるよみたいな人っていうのは、十分その MBA 行ってから、そのままアメリカのそのウォールストリートで、ゴールドマンとかバンカメとか JP とかに入るの、投資銀行部門に入るっていうのは十分あり得ますし、実際アルファでもいます、そういう人も。なので、その、外銀に入ること、別に IBD が全てじゃないし、キャピタルマーケッツとか、アナリストとか、まあ、いろんなポジションがありますんで、うん、なんか、別に、その、いわゆるブラックロックみたいなアセマネとかヘッジファンドも多いですしね。なので、なんかその、日本、まあ確かに PE ファンドとか狙うんだったら、やっぱり日本が美味しいというか、なので日本に帰ってきて投資銀行とか PE ファンドに入るっていうのは、それはそれでなんかメイクセンスだと思うんで、キャリアとしては。なんですけど、まあアメリカに住みたいっていうね、まあなんか一義的にそういう目的の方もいらっしゃるんで、そういう人も早くファイナンスに行きたいんだったら、やっぱり先ほど言ったようなまあ年齢基準みたいなのがあるんで、その32歳までに 米国の MBA はまあ卒業しておくというのがまあ前提ですし、で、MBA 出るとステムビザっていうのがもらえるんで、まあほぼほぼ今だったら、そのアメリカで就職できる。ビザも出る。だから怖いのはっていうのは、なんかやっぱりアンノンファクターは何かっていうと、やっぱりトランプですよね。トランプはなんか関税かけまくってるけど、一応まだ人には関税もかけてないし、ビザの停止もしてないんで、そこは結構やっぱり大事だと思ってんじゃないかなって思うんですけど、わからないですよね。なんか急に、なんかフルブライトもね、なんか辞めるっていう話で、まあそうですね。奨学金をね、なんか止め始めたりしてフルブます。ライトも、まあ結構こう人文系が多かったですからね。MBA もいましたけど、なんかそういう背景もあるかもしれませんけどね。あ、それはあるでしょうテックがあんまりいなかっね。たですからね。うん、まあ、そうですね。なので、フルブライト終わったし、まあ徐々になんかそういうこう入り口を閉め始めている感じがするんですけど、まあ、MBA とか STEM 系、コンピューターサイエンス、データサイエンスは、とかファイナンス系のマスターは、アメリカの本当にコアオブコアビジネスなんで、そういった意味ではそこは世界中から優秀な人を集めてこようというのは、まだトランプは考えてるんじゃないかなというのは思うので、そこはすごいチャンスがあると思いますね。特に、あとは AI とか、データサイエンスとか、ロボティクスとか、あとエアロスペースっていうか、まあ、宇宙とかですね。あとはゲノムとか、やっぱりそういうその新領域で医療とか、まあ AI で長寿ができるみたいな話もね、出てきてますし、もう本当かよって、1000年とか生きたくねえよって思いますけど。まあ、やっぱり夢のある話が多いじゃないですか。で、日本ってやっぱりいても何も起きないし、なんか5万円商品券配りますって言われても結構ですみたいな話でさ、それよりもっと研究開発に金突っ込んでくれよって思うんだけど、まあそういう世の中でもなくなってるから、まあ皆さん感じてる通りな感じなんで、これ以上言いませんけど、まあ日本にいるよりは、まあアメリカに行ってね、やっぱり我々は、その、やっぱり今回の関税の話で、やっぱりアメリカって大国だよねって思ったと思うんで、まあそれに抗うよりは、なんかその純粋に、じゃあアメリカで勝負してグローバルにね、戦える人材になろうかって思う方が自然だと思うし、それが当然のキャリア戦略だと思うし、むしろそっちに行けば、ね、また米系の企業に入れるんで、
そこで金融とか、あとテックとかね、AI とかの企業で、別に日本支社でもいいと思うんですよ。十分な高い給料もらえるんで。絶対そっちの方がいいと思いますよね。はい。なので、そのアメリカで就職したいなとかね、外資系の米系の別にファイナンスでもテックでも行きたいなっていう人は、早く米系のというか、米国の MBA とかマスターに早く行かれるといいと思います。はい。トランプが蛇口閉める前に、ぜひ行きましょう。はい。はい。では、その今日のね、そのテーマでもあるんですけれども、MBA ランキングの2025が発表されまして、ハーバードが、結構順位を落としていると。アルファでもずっと言ってる、やはりテックに強いとか、ファイナンスの専門性があるとか、一方、ハーバードは、もう係数メソッドで、やっぱりコンサルファームの就職も多かったですし、コンサルは結構今採用も絞っています。AI も出てきてますし、ちょっと人をいろいろ取りすぎてたっていうところもあったと思いますが、そこの考察、それから PE、IB キャリアに行けるトップ 5MBA についてお話していきたいと思います。入住さんのシカゴ時代の PE のインターンとか、あとゴールドマン・サックスの PE 投資の話もちょっと聞いていきたいと思います。で、まずランキング。ランキングからまずは見たいと思います。はい。ですね。US ニュース。US ニュースのランキングは非常に信頼性高いかなと、あまり広告的な要素もないかなと思いますので、見ていきます。2025のベストビジネススクールということで、1位がウォートンですね。ペンシルバニア大学。2位がケロック。同じく2位がスタンフォード。それから4位でシカゴブース。MIT、それからダートマス。ね、あと、ハーバードが6位タイで入ってまして、ニューヨーク大学も6位タイ。ニューヨーク大学もすごくね、上げてきてます、順位をね。で、コロンビア大学が、タイもあったので9位ですね。で、それから10位がイェール。イェールもね、PE とか、あとアセットマネジメントとか、ヘッジファンドもとても強い。最近就職いいですね。で11位が UC バークレー。それからバージニア・ダーデンですね。とデューク、それからミシガン、ロス、コーネル、テキサス。テキサスも、結構順位上がってきた気もしますね。で、エモリー、それから、カーネギーメロン、テッパーです。と UCLA、バンダービルトとか、そんな感じの順位になっています。はい。で、簡単にこちらの順位の考察もまとめたんですけど、アルファのサイトから行きたいと思います。こちらはランキングの今回の順位で考察したものですね。これは今のランキングがそのまま書いてあるんですけど、トップ10スクールです。で、やはり HBS が結構スリップしたよねっていうことがいろんなメディアでも書いてあったんですけれど、やはり一番はそのエンポロイメントレートが非常に低かったということで、2月ぐらいにも、まだその卒業時点でも就職が決まってない人がいるよねってことで書いてありました。ので、エンポロイメントレートが低いということと、あとはそのスターティングサラリーもこのランキングの指標になっているそうなんですけど、そのスターティングサラリーもちょっと低いねっていうことで、低いと言ってもね、MBA 卒の給与としては割と平均的ではあるんですけど、他のスクールに比べると、スタンフォードが20万ドル超えていて、ウォートンも20万ドル超えているっていうところで、19万ドルぐらいだったっていうことですね。あとは一応ランキングは GMAT とか GPA のポイントも入ってくるので、少し少ないポーションであるんですけど、そういうのも聞いてましたねということです。はい。で、一方で、やはりそのウォートンですね、今回1位になりまして、ファイナンスプラクティカルスキルリーダーということで、ウォートンもファイナンススクール、で卒業生ですね、U ペンの卒業生もアメリカでその平均給与が一番高いと言われているファイナンススクールですけれども、そのファイナンスとかプラクティカルスキルというのが就職にも効いてきたんじゃないかと。就職も非常に強いということですね。
データ。失礼しました。で、カリキュラムアップデートということで、Introduction of AI のAI& データアナリティクスっていうのをファイナンスコースに組み込んだっていうのが評価されていましたね。はい。あとはそうですね、インターナショナルスチューデントの比率も高くて、ダイバースパースペクティブもランキングには効いてきたかなと書いてあります。であと、スタンフォードもテックとかアントレにも強いっていうことで、やはりテックに強い学校が上位にも来ています。で、ケロックも後でご紹介するんですけど、ケロックって結構マーケティングスクールっていうところがあったんですけど、AI を入れたね、プログラムも出てきていますし、あとは PE ですね。なんか PE トラックみたいなものがケロックもできて、結構そう、カリキュラムをアップデート、キャッチアップをね、結構頑張ってるような、印象があります。はい。簡単なまとめですけど、これですね。ハーバード、HBS Losing Its Luster ということで、Limits of the Case Method。はい。ケースメソッドをひたすらハーバードはやっているんですけど、ケースメソッドの限界というかですね、ここに、all hands-on tech competency such as AI coding, data analytics というところが、ケースメソッドではあまり入ってこない。やはり、ひたすらディスカッションになってしまって、理論の部分とかテックがね、入ってないというところがあります。で、MIT とかウォートンはやはり、MIT もビジネスアナリティクストラックがあったりとか、テクノロジーにも力を入れているので、そういったスクールは順位を上げていますね、ということですね。はい。そうですね。そうそう。だからハーバードも、以前はね、そういった時代に背景あったんでしょうけれど、そのケースの、何ですか、予習に2、3時間かかって、でも全然テック的な要素は学べていないっていうことで、なかなかね、テック業界でも、ビッグテックがノンテックのプロマネなんかをひたすら大量解雇していますので、ケースメソッドだけやってマネージメントになっても、なかなかテックキャッチアップできないよねというところが出てるのかなという感じがありますね。はい。こんな感じですかね。あとはプログラムフレキシビリティというのも書いてますね。ハーバードは、やはりその2年間のフルタイムっていうのを主に提供していますと。で、ケロックとかウォートンはパートタイムとか、あと EMBA とかショートタームとか、結構いろんなプログラムを持っていますね。スタンフォードも、グラデュエイト、GSB は基本的2年のフルタイムなんですけど、ミドルキャリアの MSX があったりとかもしてますね。はい。ということです。で、ちょっと PE のところは先に見ちゃいますかね。はい。で、これケロックなんですけど、プライベートエクイティベンチャーキャピタルパスウェイっていうのが、できまして、新しく1年ぐらい前、本当につい最近できた PE トラック、PE に非常に力を入れ始めてます。ということですね。で、プライベートエクイティラブというのもあって、Shape Your Career in Private Equity というのもあります。それからコロンビアもファイナンススクールという、ニューヨークにありますしね。やはりファイナンスでそのままニューヨークの投資銀行に行ったりする方も出てきているんですけど、このプライベートエクイティプログラムというのがあったりします。はい。で、あとはシカゴですね。入住さんの出身校でもありますけど、MBA キャリアパス in Private Equity ということで、細かいプログラムはまた中のね、コンセントレーションとかにあったりするんですけど、If you are interested in pursuing a career in private equity after MBA graduation, there is no better place to hone your skills than Chicago Booth ということで、堂々とシカゴが最強プログラムだよって書いてあります。入住さんも同意されるかもしれないんですけど。はい。ということですね。はい。ありがとうございます。本当にここに書いている通りで、
そのランキングちょっと言っていただくと、ランキングが、まあ結局そのさ、いつも我々が言ってるように、もう MBA とかファイナンスだけではもう足りなくて、そのデータドリブンなその学びというものが、その組み込まれているかどうかっていうのがランキングに大きくその響いてきていると。で、特にそのウォートンとかケロッグとかシカゴっていう学校は、まあ以前から我々もお伝えしているように、そのデータドリブンな、そのプログラムとかデータサイエンスとかファイナンシャルエンジニアリングとかそういうものをもうすごい勢いでその頑張ってそのビルトインしていると。特にケロッグとかはやっぱりそのまあ、いわゆる AI 的な、そのテックのMBA とか、さっきの PE のね、プログラムとか、やっぱりなんかケロッグといえばマーケティングみたいなイメージしかなかったと思うんですけど、そこをですね、その大きく、その、シフトしてきてるというのが多分評価されて2位になってると。これですね、MBA Degree for Business AI みたいなものとか、それこそプライベートエクイティのプログラム、さっきのやつですね。はい。なかなかですね、このケロッグは、なんかすごいなって思いますね。やっぱりもうコンサルとかの時代じゃないっていうのをすぐ読み切って、ケロッグコンサル多かったですけどね。まあ、ケロッグといえばなんかマッキンゼーに入れるところみたいなね、ところがあって、そこの危機感をすごい早いタイミングで、まあ、これから AI とファイナンスだろうって言って切り替えてきたと。はっきり言って、まあ多分その今までファイナンスやりたい人でケロッグ行く人いなかったと思うんですけど、まあこれからだいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますね。はい。で、ちょっとその、まあ、ハーバードの話言っていただいて、まあ、ハーバードは、まあ、この前から言ってるように、もう NYU と同じランクなんで、まあ、そういうふうに見ていただいて、まあ、NYU 自体は結構テックとか、ファイナンスとか、すごい強いんで、まあ、ただまあ、多分全体的な生徒のレベル感みたいなところがちょっとハーバードに劣るんで、ただ、ハーバードのそのファイナンスとか、テックへのそのキャッチアップの遅さと、あとはやっぱりケースメソッドっていうものに相当そのケースメソッドの呪縛というかですね、ケースメソッドがあるがゆえに確信ができないというところが、まあ足かせになっているというのは明確に言えると思います。で、これだけファーストペースな世の中において、しかも AI とかで全ての多分、ケーススタディの、AI でね。AI で、ケースをパチパチって写メ取って、もしくは PDF そのまま、チャット GPT にぶち込んだら、すべての論点を2秒で吐き出してくれるんで、なんか、ケースっていんのかなっていうね、もはや。で、その学びの質っていうか、もう我々の学び方がもう完全にパラダイムシフトしている世の中において、今2時間3時間かけてグループで一生懸命ディスカッションする意味って何かあったっけっていう話になってる。でも、その HBS はもう本当にこの MBA 界においては、そのケースメソッドっていうそのリサーチも含めて教授とかそのリサーチャーの人たちのものすごい努力によってこの地位を築いてきたんですけど、それがゆえにですね、その新しい時代にこうついていけてないということが、まあ、この MBA プログラム業界の中でも起きているわけですね。で、もうしょうがないから、そのアントレとかに振ろうみたいな話なんですけど、アントレはもっとAI みたいなファーストペースになってるんで、いやー、そうですね。だから今ここ行くかなっていう感じになってるということです。で、これは別になんかハーバードがどうのこうのっていう話じゃなくて、ビジネスにおいてはよくある話じゃないですか。したがって皆さんはどこを選ぶか。皆さんの将来のためにどこを選ぶかっていうことを考えたときには、やはりそのビジネス、ファイナンス、テック、データ、AI っていうのが全てビルトインされた、もうまさに学校がね、そういうプログラムキャッチアップ、アップグレードをしようとしている学校に行かれるっていうのが多分ベストだと思うんで、そういうところをぜひ考えて、選んでいただければと思いますし、我々もね、ここがいいよっていうのは皆さんの長期ゴール、そうですね、このシカゴとかはこういう MBA とコンピュータサイエンスのデュアルとかもある、こういうの、あとデータサイエンスのデュアルとかね、ありますので、もう最強だと思いますね、こういうのに行けば。なので、ぜひですね、早めに皆さん、アルファに来ていただいて、
で、皆さんの行きたい、こう、将来のね、キャリアの方向性とかってあると思うんで、そういうところも確認しながら、そのベストな、今一番乗りに乗っている皆さんのキャリアをドライブできるようなプログラムに乗っていった方が断然いいと思いますね。はい。で、じゃあ、そのポイントいきましょうか、エミさん。はい。今日はね、ランキングと、もう一つは PE キャリアトラックということなので、MBA を経て PE キャリアに行く、あるいは MBA からインベストメントバンクに行って PE に行くっていうのは非常に一般的な流れだと思うんですけど、その PE キャリアを成功させるためのポイントですね。いきたいと思います。はい、ありがとうございます。PE とかインベストメントバンクのキャリアトラックっていうのは皆さん目指されると思うんですけれども、MBA で、まあそうですね、すでになんか投資銀行とか証券会社で、とかファズとかで M&A やってるよみたいな人とかって多分もうそういうものを学んでるだろうし、でもまあ一方でその事業会社にいたとか、ベンチャーにいたみたいな人たちは、まあ M&A とか PE 投資とかそういうものも学べるわけですね、プログラムで。ただ大事なのは何かっていうと、やはりその PE キャリアにおいてはもうネットワークが全てであるっていうことです。で、ネットワーク is more important than coursework って書いてあるんで、これは本当にそう思いますね。本当にそう思う。なんかね、勉強大事なんですよ。それは。なんか勉強大事だし、こんなね、何万ドルも出して勉強しているわけなんで、もちろん勉強は学ぶものもあるし、得るものもあるんだけど、その、まあ我々も本当に17年とか、アルファをやってきて、いろんな人を欧米、アジアのトップ MBA とか大学院に入れていて、その後のキャリアまでサポートしていて思うのは、まあすっごい平たく言うと、MBA まで行って勉強するやつはアホってことですね。で、そのマスターも一緒です。なんか一生懸命ね、MBA とかマスターで、なんか GPA4.0 取っても何も起きない。何も起きないんですよ。そもそも学校自体はその GPA をその就職活動の時に言わなくてもいいというポリシーを持ってる。そう言っちゃいけないっていうポリシーを持ってるんで、はっきり言って誰も気にしてないです、成績は。で、その大事なのは、どれだけその MBA のネットワークをレバレッジして、自分が行きたいインベストメントバンクとか、アセットマネジメントとか、ヘッジファンドとか、PE ファンドのキャリアを自分の手元に手繰り寄せてくるかっていうことなんですよ。で、そこに時間を割くべきなのね。で、たまになんかその MBA とか行って、なんか成績優秀者ですみたいなやつがいるんだけど、そういうやつに限って就活全然ダメだったりするわけよ。意味がないじゃない。何のために MBA 行ってんの？勉強すんなよみたいな話なんですよ。で、いや、これね、だからすぐ極論言ってますよ。結局、勉強は大事なんだけど、別に大事じゃないってことです。つまり皆さんのキャリアの方が大事なわけで。それはなんか実務入ればさ、M&A だってやるしさ、それは PE 投資だって、で LBO だってやるわけなんで。最低限そう知そうそうそう。識をね、得ていけば、なんか高い GPA とか、そう。最優秀に、MBA に関してはこだわる必要ないってことですね。全然ない。で、それこそまあ、いわゆる面接対策みたいなのは、アルファのね、AI 特訓とかでできちゃうんで、もしくはそういう対策とかは。だからそんなのは多分、それでアルファの対策だけやってればよくて、大事なのはどれだけネットワークするかってことね。で、その上でインベストメントバンクとか PE ファンドに行ってほしいということです。で、まあ、ここも同じようなことが書いてあるんですけど、MBA、もう3番目のところですね。MBA 自体が、いわゆるそのメカニズムとして、そのネットワークへの入り口なんですよ。だから、例えばシカゴとか、ウォートンとか、コロンビアとか、まあ、ハーバードでもスタンフォードでもいいけど、じゃあ、スタンフォードに行って、その PE ファンドに行きたいからスタンフォードに行くっていうのは、ちょっと意味がよくわかんないですね。ただ、そのシリコンバレーで VC やりたいとか、起業したいとか、そのネットワークを取りたいんだったら最高の場所じゃないですか。で、やっぱりそのウォートンとかシカゴとか、まあ、コロンビアとか、そういうファイナンススクールに行くと、そのインベストメントバンクとか、PE ファンドとか、アセットマネジメントとかの先輩たちが、偉い人たちがうじゃうじゃいる。
で、そういう人たちとのネットワークによって、ああ、じゃあ今度面接受けないよみたいな話になっていくってことなんですね。したがって、特に、PE ファンドみたいなのは人数がすごく少ないんで、その投資銀行とかは、まあ、結構そのネットワークっていうよりは、普通にその採用イベント的なものを作ってくれたりするんですけれども、それでもやはり中の人のその推薦みたいなのは当然レファレンスは大事なんで、なので、そういうそのネットワークをいかに手繰り寄せるかっていうのがすごい大事ですね。で、僕がそのシカゴの MBA に行ってた時も PE ファンドにインターンしたいなと思って、当然 PE ファンドのインターンみたいなのはなかなかオープンポジションでないんですよ。だからそれをその手繰り寄せていって、いろんな人に紹介してもらって、で、その PE ファンドの中の人につないでもらって、その人にそのレジュメを送って、で、面接してもらって、OK、OK。で、その OK をもらって、もちろんそのために徹底的に準備しましたよ。徹底的に準備して、面接して、OK をもらって、インターンのオファーをもらうと。で、インターンのオファー、PE ファンドからもらったよっていうと、ほとんどの他の MBA の人たちは、そんなのどこに載ってたみたいな。どこのサイトに載ってたとか言うんだけど、載ってないから。まず載ってないし、で、今ちょうどそのアルファで、その今年、そのアメリカとかのトップ MBA に受かった、別にMBA に受かった人たちで、PE ファンドに興味ある人たちなんかは、やっぱりもう独自にネットワークをすでに、もう受かってるんで、受かりましたっていうことで、ネットワーキングできるわけですよね。なので、PE ファンドとかにネットワークして、もう実際にその中の人たちと会い始めてます。だから、MBA 今年受かっていて、何もしてない人っていうのはもうその時点でアウトですよ。だから、はい。そうですね。だから、はい。エミさんどうぞ。要は、はい、要は、どうぞ。はい、ネットワークがないと。はい。で、エミさん言ったらいいじネットワークがないとね、ストラテジックネットワーキングがないと、P のオポチュニティ非常に限られちゃいますよっていうことですゃん。ね。限られるっていうかね、ほぼないんじゃないかな。なんか、やっぱシートはそう、少ないですからね、限りなく。降ってくるもんじゃないからさ、PE ファンドのオポチュニティってさ、なんかこう、毎年10人取りますみたいな世界観じゃないので。なので、やっぱりその、能動的にどれだけね、そのネットワークしていくかっていうことがすごい大事だし、やはりそういうネットワーキングが作れるような学校に行くっていうのもすごい大事なんですよ。だからよくあるのは、なんか、この前もあったんですけど、なんかヨーロッパの MBA に行きます。その後に、米系のね、ゴールドマンとか、それこそ KKR とかね、カーライルとか、入れますかみたいなさ。いやいや、その米系の投資銀行とか米系の PE 行きたいんだったら、米国の MBA 行きなよって言ったんですけど、いや、とりあえず受かったんで、ヨーロッパの MBA に、みたいな。まあ、だからヨーロッパの MBA とか、まあ、ほぼノーチャンスですよね。PE ファンド入るのは。投資銀行も結構怪しいんじゃないかな。うん、それはもちろんね、例えばもうヨーロッパにいて、ヨーロッパで、例えばロンドンにいて、ロンドンの LBS とか、ケンブリッジ、オックスフォードとかにいて、ロンドンのそのセルサイドとかにね、セルサイ、まあ、いわゆる投資銀行とかに入るっていうんだったらチャンスあるけども、今度はそこはそこで、そのマーケットの人たちの争いがあるわけじゃないですか。だからそこで勝たないといけないっていうことではあるんで。結局はやはりその欧州だったら欧州で働くということを狙っていくべきだし、アジアだったらアジアで働く、シンガポール、香港で働くことを狙っていくべきだし、アメリカだったらアメリカで働くか、それとも、まあ、例えば、その自国の、まあ、日本とか、他の国でも別に、例えばアメリカの、その米国の、その MBA にいれば、その米国のポジションも狙えるし、香港とかシンガポールとか、ロンドンのポジションも狙えるわけですよね。やっぱりアメリカの MBA に行くっていうのは非常にその選択肢が広がるので、そういった意味では、まあおすすめ。PE とか投資銀行に行きたいのであれば、そのネットワークバリューとか、
キャリアオプチュニティっていうのは一番広いんで、要はグローバルにどこでもビットできるから、そういった意味ではすごくおすすめかなとは思いますね。はい。ぜひ、早めにアルファにご相談いただければと思います。で、あとは、その今日のポイントで、5つの MBA、おすすめの MBA で PE ファンドとかインベストメントバンクに行くとしたらということで、まあ1番目はウォートン。で、2番目はシカゴブース。まあ個人的にはシカゴブース1番にしたいんですけど、まあ今回、ランキングでウォートン1番だったんで、そうしました。で、3番目コロンビア。で、4番目にスタンフォード、ハーバード。で、これはスタンフォード、ハーバードにいる人たちも、ほぼ PE に行ける人たちっていうのは、元投資銀行とかね、元ゴールドマンとか、まあ、モルガン・スタンレーとか、バンコブ・アメリカとか、そういうところで投資銀行やってた人たちが、スタンフォードとかハーバードに行って、その後 PE ファンドにバンって入るっていうのはよくあります。はい。で、まあ、インシアード。インシアードはね、ちょこちょこいるんですよね。ちょこちょこいるっていうか、PE ファンド、好きな PE ファンドあるんだと思いますけど、そんなに悪くないっていうか、実はね、バランス的には。まあ、シンガポールもありますし、実は。実はっていうか、シンガポールとフランスにある。だから比較的やっぱりそういうロンドンにも、シンガポールにもリーチできるんで、そういった強みがあるのかなっていうのは思いますね。なので、はい、まあ、このあたりの学校を目指されると、米系の投資銀行とか PE ファンドには非常に入りやすくなるし、まあ、入った瞬間、まあ、給与は25、20万ドル、30万ドル、40万ドル、50万ドルになっていくんで、で、プラスキャリーがついてくる、キャリーのインセンティブがついてくるんで、まあ、はい、あっという間に、1ミリオンドル以上の、まあ、インセンティブをもらえるとは思いますね。なので、ぜひですね、まあ、こんなになかなか面白い業界もないですし、特に投資銀行は、まあ、多少今株価がこうね、全体的に、まあ、トランプの施策によって乱高下してますけれども、どちらかというとトランプはいつも申し上げているように、その投資銀行 B 期なんで、投資銀行が儲かるような施策をやりますから、そういった意味では投資銀行と、あと P ファンド。その P ファンドは当然 M&A をするんで、株は安い方がいいわけなんで、その、投資銀行と PE ファンドはここからもう多分世界的に活況というかもう黄金期オブ黄金期に入ってくるから、ここ逃したら多分もう儲けるチャンスないんじゃないかなと。食い尽くされて終わるんでね、こういうマーケットって大体ですね。なので、もう絶対、まだ MBA 取ってないよっていう人は、もう絶対今年行った方が、MBA 行った方がいいと思いますね。はい。なので、まあ、MBA 行って、P ファンド投資銀行に行きたいっていう人はですね、いつでも、アルファに来てご相談いただいて、で、レジュメとか、エッセイとか、レコメンデーション、それから面接対策とか、あと学校選びとかですね、キャンパスビジットとか、サポートとか全部やってますので、早めにアルファにご相談いただければと思います。はい。ぜひご相談ください。で、2026年入学の MBA の準備ももう始まっています。今から準備をして、ファーストラウンドでぜひ出してください。ファーストラウンドがね、まずファーストラウンドに向けて準備する。で、その後セカンドラウンドとかでまた違う学校に出すということもできますし、スケジュールからぜひご相談ください。で、アルファでは今日ご紹介したようなトップのビジネススクールですね、欧米、あとは日本の MBA に来たいという結構海外の方、中国とかベトナムとかインドの方なんかは、ローカルのね、MBA に行ったりもしてますし、その後の就職、特に外銀とか、外資ファンド、であとは米国の就職、ゴールドマン・サックス、ブラックロックとか、あとビッグフォー、ガーファムなんかもたくさんの方が成功しております。ので、一貫してサポートしていますので、ぜひご相談ください。そして、実際のスケジュールとしてはですね、
今からちょうど準備をして、さっき申し上げたファーストラウンドですね。ファーストラウンドが一番チャンスになっていますので、ぜひそこに向けて準備していきましょう。はい、ファーストラウンドですね。で、今もう4月の半ばになりましたけれども、ここからだいたい3、4ヶ月ぐらいかけてスコアメイクもして、レジュメエッセイ、レコメンデーションも全部準備します。で、やはりレジュメエッセイ、この2つが最も大事なので、先にスコアメイクする方いるんですけど、同時にやった方が圧倒的にいいです。レジュメもエッセイもやはり時間をかければかけるほど非常に内容が深いものができますし、いろいろ在校生とか卒業生とか、さっき言った、ネットワーキングも兼ねて、実際にそのキャリアの方に話を聞いて、あるいはアルファで卒業してね、アルファから P ファンドとか IB に行った方とかに話を聞いて、皆さんどんどんエッセイも膨らませたりします。あとはキャンパスビジットも3月に行きましたけど、ぜひキャンパスビジットも、これもうね、どのアドミッションに聞いても、絶対行った方がいいっていうのはよく言ってるので、キャンパスビジットもしっかり行くと。そのスケジュールもぜひご相談ください。はい。で、やはりそのエッセイに関しては何がしたい、なぜ MBA なのか、なぜこの学校なのか、なぜあなたがそれをやる必要があるのかっていう、この5つが最も大事なポイントになってます。で、PE であれば PE でいいんですけど、なぜっていうところで皆さん詰まっちゃうんですね。もうチャンスだからとか、経済ね、ローカルの日本の経済を立て直したいとか、そういうことでもないんですよ。なぜというのはね、皆さんのモチベーションを聞いてるので、そこは自分では出てこないので、ぜひ聞きに来てください。はい。ということで、今年あとは25年ですね。今年の秋から早めに行きたい方、特にもう30過ぎてる方は、今年早めに行っちゃうという手もありますので、ぜひスケジュールもご相談ください。個別の相談は、こちらの無料相談までお待ちしております。はい。ここに相談をね、入れていただいて、で、個別指導の方で、今度、入住さんとか1対1で、キャリア戦略とか MBA の準備とかやっております。ご相談お待ちしてます。ヘッジファンドも同様でしょうか。そうですね。ヘッジファンドに行きたい方も非常に多くて、ヘッジファンドは、ビジネススクールから行く方もいますし、ビジネススクールだと結構全体としてはね、その IB とか、IB とか PE キャリアに行く方が多いので、ヘッジファンドの場合は金融工学とか、あとはイェールだとアセットマネジメント、マスターオブアセットマネジメントと MBA のデュアルディグリーがあったりとかもするので、ぜひ学校選びもヘッジファンド行きたい方はご相談ください。米国のキャンパスビジットはいつ頃予定していますか？3月に行ったんですよ。で、夏はね、学校がないので、で、ただ、なんか次回9月ぐらいにやろうかなと思っていたんですけど、本当は9月のファーストラウンドの前に行った方がいいんですね。で、結構ご要望が多いので、ギリギリ、学校によっては、サマータームがある6月とか、あとね、8月末はもうやってたりする。8月末そうですね、にやろうかなと。結構海外の大学見に行きたいっていう保護者の方とかが、お子様とね、多いんで、今回もボーディングスクールと大学に行った方も皆さん一緒に行ったんですけど、ちょっと早ければ6月。で、もうちょっと学校のアドミッションにもちょっと連絡してみますけど、8月とか。そうですね。なんか6月とかに行きたいなっていう人がいれば、我々いつもなんかアルファの、個別指導生の人たちが行きたいって言って、行きたいんだったら企画するとかって言って、まとめていくとなんか気づいたら20人とか25人になってるみたいな話が多いんで、行きたい方は言っていただければ、なんか6月に行きましょうよとか言っていただければ、そう、さっき保護者の方も結構行きたいとか言ってるんで、ちょっと6月ぐらいにね、早めに行ければいいかなとは思うので、はい、ぜひ、興味ある人は、この窓口の方から、キャンパスビジット行きたいんですけど、みたいな感じでご連絡いただければと思います。ありがとうございます。はい。ビジットはね、絶対行った方がいいです。ちょっと他の動画でもね、感想とかご紹介してるんですけど、雰囲気もわかりますし、皆さんも行ってよかったっていう
結構絶賛のそうね、嵐絶賛なで。ので、ぜひ、行きたい方はちょっとこちらにいつ行きたいっていうのを入れていただければ、スケジュールを合わせていきたいと思います。では皆様、個別にお話しできることを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。そうですね、もう、だいぶ、なんでしょう、こう、稼げる領域が狭まってきたというか、逆に言うと、早くその業界に入ったもの勝ちだと思うんで、で、投資銀行と PE ファンドは、まあ本当に活況になるでしょうし、あとはやっぱり最近思ったのは、そうですね、こういうさっきのね、株式のトレードとか債券トレードとか、トレーディングのところとかは、すごいこう、今、それこそアルファでもね、トレーダー、受かってる人とかいて、やっぱりグローバルに、債券トレードとか、まあ、株のトレーディングとか、あとクオンツ系のトレーディングとか、まあ多分このあたりは、もうロットが違うんでね、M&A とかとも。で、常に動いてる話じゃないですか、債券とかも。で、昨日、一昨日かなんか、NHK かなんかでやってましたよね。なんか日本の国債みたいな話とか。やっぱりこの辺りのマーケットは非常に面白いと思いますし、今、米国債が売られてるとかっていう話もあったりとか、まあ、いわゆる金利ですよね。まあ、フィックストインカムってやつですよね。そのフィックストインカムと、まあ、あんまりね、これは結構、学部生の方が有利なんで、学部生でこれについてこれる人たちって、やっぱり海外大生なんですよね。なので、まあ、あんまりまあ、ボスキャリでは来ますよ。アンダーグラジュエットの人たちで、やっぱりセルサイドの、フィックエクイティとかに入りたいみたいな人が結構来たり、クォンツトレーディングとか、クォンツアナリストになりたいっていう人が結構来るんだけど、まあ、社会人からなかなか、クォンツトレーダーとかね、本当に理系の人はいいかもしれないです。文系の人だったらほぼ間に合わないんで、あ、まあね、だからやっぱり理系なんですよね。だから理系数学系とかね、物理やってたみたいな人はすごいチャンスだと思うから、それは社会人になってもいけるんで、ファイナンシャルエンジニアリング系をね、行かれたらいいと思いますし、そのフィックスインカムとかエクイティトレーディング系は本当面白いと思う。それはそのセルサイドもバイサイドの両方あるんで、あとはまあ何でしょう、もう文系 MBA だったらもうその投資銀行 M&A からの PE ファンドでも泥臭く稼ぐぜみたいなのは、あとアクティビスト、ファンダー、ダルトンとか、まあ村上とか、そういうところはまだまだいろいろ悪さというか、いろいろやってくると思うんで、この辺も面白いですよね。まあもうなんか攻めれば儲かるっていうのはだいぶ見えてきてるんで、まあ、徹底的にやって日本の企業とか、まあ揺さぶったらいいんじゃないですか。それの方が健全化しますし、日本の企業も合理化されていくんで、日本の経済にとってはすごいいいと思います。ただ、やっぱりそれがぐわーって起こるといつも申し上げてるように、結局はもう合理化の方にしかいかないんで、その世の中のこのファーストペースとか AI ドリブンな世の中、データドリブンな世の中についてこれない人は本当に失職します。だから大量リストは失職になって、そうなるとね、なんか石破さんが一人5万円商品券配るよとかね、っていうのも別になんか変な政策でもないんですよね。いわゆるベーシックインカム的な話。つまりもうみんな稼げなくなるんで、はっきり言って。だからやっぱり国がなんかベーシックインカム上げますみたいな、なんか国からお小遣いもらって多くの人が生きていくみたいな世徐々界、にね、徐々そういう慣らに、していくというかね。徐々にそうなっていくんですよ。で、そのためのなんか商品券とか5万円とか、そういうまあ地ならしだと思うんで、まあなんか合理的に見てもそんなに悪い政策じゃないんだけど、なんかそんな悪い政策じゃないよねって X で言ったらなんかフルボッコされそうなんで何も言いませんけども、そうなります。だからそうなりたくない商品券で生きていきたくないのであれば、やっぱりもうとにかく自己投資バーンってして金借りてね、そうですよそうおね。金なんて本当に。持ってないからみんな。まあなんか、こうなんでしょうね。ちょろちょろ転職してる場合じゃないっていうか。ああ、そうね。うん、それはうん。本当そう。で、それこそ別に CXO でもいいんだけど、やっぱりこのビジネスと
そのテックと AI とデータとっていうのをちゃんと学ばないと、もう多分次のリーダーにはなれないから、やっぱりそこはもう、ああ、もうこういう時代なんだと。しょうがないと。で、しかも別に会社が皆さんに投資してくれるわけでもないと思うんで、金借りてぶっ込むしかないし、そのうちなんかトランプに蛇口締められたら終わりですからね。いや、今年行った方がいいかなって思います。はい。悪いこと言わないし、もう大チャンス。トップ校に入れる、コロンビアとか、ね、ウォートンとかシカゴに入れる大チャンスだと思うんで、ぜひ、早めに。で、あとはそれこそ、どういうふうにね、エッセイ書くかとか、キャンパスビジットとか、まあ、レジュメも含めてですね、もうあとその後、受かった後の就職活動も、もう大得意領域なんで、この場あたりは任せていただければ、うまくいかせますし、今、皆さん、アルファのね、個別指導生ってすごくうまくいってるんで、ぜひ、あの、今の世の中をよく見て、動きをよく見てですね、ぜひ早めにアルファに、ご相談いただければと思います。はい、ということで、あ、これですね。はい、今、エミさん、なんか書きました。横でバチバチやってうるせえなと思ったら一応ね、ちょっと共通しておこうと思います。はい、はい。はい。あとは、はい。ヘッジファンドに行きたいと考えていて、SMU の MQF、マスター・オブ・クオンティタティブ・ファイナンスが気になっているのですが、やはり米国大学をお勧めされますか？まあ目的というか、どこでいや、働きたいかにより別にますけど。全然、SMU の、マスター・オブ・クオンティタティブ・ファイナンスはいいと思いますよ。今年も何人も受かってるし、シンガポールのその就職がやっぱり多いですそのよね。分野では、やっぱり米国に勝ってるんで、投資銀行とか入るときにはね。日本の投資銀行ってことですよね。日本の、ジャパンの。そうそうそう、ボスキャリね。だからアメリカのヘッジでもファンドに入りたい英語がと思ったら、できる人だったら全然香港とかシンガポールでものヘッジファンドとかインベストメントバンク入れると思う。あとは、うん、それこそね、ほんとシタデルみたいなとこ入れるかうら、ん、そう、英語ができない人は、やっぱり一旦日本なんだよね。ううん、ん。普通に考えてみてっていう話なんだけど、じゃあ香港にぶち込まれてみんな英語でさ、いきなり仕事できるみたいな話なわけよ。だから、まあ、ある程度仕事で英語使ってっからって言ったら MBA とかファイナンシャルエンジニアリングとか1、2年行って、まあ、できれば2年ぐらいがいいんだけど、そしたら英語上手くなるんで、別にグローバルでもできるんだけど、もうみんなでさ、もう、それこそ、もうズームとかの時代なんで、リモートでね。みんなでさ、そのグローバルトレーニングとやってディスカッションとかやるわけじゃん。それでさ、英語喋れなかったらできないわけ、そもそも。だから、英語できない人っていうのは、英語そんなに自信ない人いっぱいいると思うんだけど、もうなんか英語できないとか言ってる場合じゃないから、とにかく2年ぐらい行きなよって思う、その留学にね。で、そうじゃないと、その香港とかシンガポールでも働けないんだから。やっぱそこだよね。うん。で、結局別にどこでもいいと思う、本当に。大学院はね、日本じゃなければ。海外であれば別にどこでもよくて、あとはその、ボスキャリなり、現地の就職で、とか、あとネットワークだよね。ネットワークをどこで作れるかっていう話なわけで、例えば不動産ファンド行きたい人みたいな、やっぱり香港の MBA とか狙ったりするわけなんで。でなぜかというと、やっぱり香港にいい不動産ファンドいっぱいあるんですよ、みたいな感じになるから、やっぱりじゃあ、そもそもシンガポールの、クオンティタティブファイナンスや金融工学に行きたいとしたら、どこ狙うのって、そこの思考だよね。そこの思考がないと、多分なんか行ったはいいけど、結局どうすんのに話になるから、そこもセットで考えた方がいいので、ぜひすぐにアルファにご相談ください。いろいろ、裏技含めて教えますので、皆さん本当にうまくいってるんで、YouTube で言えないこともいっぱいありますから、裏技は。はい。そんなね、なんか、うだうだしてる時間ったら早く動きましょうっていう、もう本当にそうじゃなければ言い方悪いけど、やっぱり、本当イレースされると思う時代に。そしてベーシックインカム。まあ、ベーシックインカムで生きていくのも悪くないのかもしれないけど、
生きていけんのかっていう話はあるけど、みんな田舎とかにさ、住まざるを得なくなるんじゃないの？それで、まあもうなんか年金っていうのは、なんかよくわかんないけど、国からもらって生きていくみたいなさ、そうなるよ。うん。でももっともっとリストラが増えると思うし、そのイレースされなければ、されたくなければ早く動きなって感じですね。でも儲かる分野はあるから、早く儲かる分野に行くっていう、やっぱりここの目利きだよ。目利きっていうか、普通に世の中見てれば読めると思うんだけど、うん、なんか意外とやっぱり会社勤めになっちゃって毎日同じ生活だと、多分、入住さんとか私たちほど毎日 X とか、まあ、世界のグローバルのマーケットも見て、そのレイオフとか人材の市場も見て、で、皆さんからもその、皆さんの業界のいろんな課題感とか、こうで会社が PE に買われて、ノンコア事業で売り出されてとか、そういう話を聞いてる人たちっていないので、多分私たちがちょっとこう先を見てるっていうのはあると思うんですけど、やっぱ早く動いた方がいいですよね。そうね、儲かる分野に早く行くっていう、そしてもう圧倒的に稼ぎ切っちゃうのが一番いいと思うので、うん。はい。ぜひ皆さん能力あるんで、あとはそこに行く決意と戦略があれば絶対うまくいくから、はい。ぜひ早めにアルファにご相談いただいて、新しい、まあ僕ら新大陸って呼んでるんですけど、新大陸に早く上陸して、はい、刈り取りましょう。はい。ということで、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にアルファに来てくださった人たちは、もう最近本当に、お子様、中学生とか、高校生のお子様とかと話すことも多くて、やっぱりどんどんそういう子たちもね、それこそ、もうなんか塾とかもいらなくなると思うし、はい。すべて皆さんなんか多分、エミさんが今作ってるアルファジーニアスっていう、その AI ドリブンのプログラムで学んで、ものすごい速さで、うん。そうそうそう。あとね、なんかアルファ道場っていうのやろうと思ってて、そのプロフェッショナル道場みたいなね。そういうのも個別指導生限定で、で、しかもそういうみんなでその月1とか月2とか、そのクローズドなのでいろんなゲストとか呼んだり、いろんなディスカッションしたりとか、そういうのやろうと思ってるんで、ちょっと今告知作ってますんで、早めにアルファの個別指導生になっていただいて、そういうのも、含みながら、いろいろとね、みんなで勉強しながら、最高の、皆さん本当にポテンシャリー、グローバルなリーダーになれる可能性十分あるんで、ぜひ、早めにアルファに来ていただいて、挑戦していただければと思います。はい、ということで、いつもご視聴ありがとうございます。それではまた皆様と個別にお話しできる機会を楽しみにしております。それでは、失礼いたします。失礼します。